今回は DIY でも使用頻度の高い電動工具丸ノコについてセッティング方法や実際の操作方法、作業上の注意点、丸ノコでできる加工などに関して解説していきます。丸ノコは作業者側へ向け回転するノコ刃を前方へ押し出して木材等を切断する電動工具になります。直角や傾斜の切断、溝やかき取り加工、窓開け加工など様々な切断加工に使われます。丸ノコには電源コンセントにつなぐ AC 電源タイプと充電バッテリーを使用するワイヤレスタイプがあります。両者とも本体重量やノコ刃回転数には大きな差はありません。丸ノコには機種によって使用できるノコ刃の大きさが決まっています。今回はマキタの 165mm タイプの丸ノコを使用して解説していきます。安全カバーは作業時、ノコ刃がむき出しにならないよう常にカバーする構造になっています。切り込み深さ調整レバーのロックを解除すると、切り込み深さの調整が可能になります。切り込み深さを調整したら、調整レバーをロックし、ベースを固定します。調整レバーはメーカーや機種によって形状が異なる場合があります。スイッチ操作は充電式と AC 電源式では大きく異なります。充電式丸ノコはロックオフボタンを押した状態で引き金を引くとスイッチが入り、引き金を離すと切れます。ロックボタンを押さないとスイッチが入らないようになっています。AC 電源の丸ノコは引き金を引くとスイッチが入り、離すと切れます。引き金を引きながらロックボタンを押し込むと連続運転ができます。連続運転はもう一度引き金を引くと解除されます。モーターの下面にはシャフトロックがあり、押し込むことでノコ刃の回転を固定することができます。本体の前後には角度調整ネジがあり、ノコ刃を傾斜させた切断加工ができます。今回使用しているマキタの丸ノコでは、右に45度、左に5度、ノコ刃を傾斜させることが可能です。切断加工時はトップガイドを墨線に合わせて切断していきます。直角切断をするときはトップガイド0度の溝を墨線に合わせます。実際のノコ刃切断位置は墨線の右側になります。45度の傾斜切断をするときはトップガイド45度の溝を墨線に合わせます。ノコ刃切断位置は墨線の右側になります。ノコ刃の交換は必ずバッテリーまたはコンセントを外した状態で行います。シャフトロックを押し込み、ノコ軸をロックしたら、付属の専用工具を使用し、固定ボルトを緩めます。固定ボルトはノコ刃の回転方向へ回すと緩めることができます。固定ボルト、アウターフランジを外し、ノコ刃を取り外します。ノコ刃の取り付けは本体矢印とノコ刃の矢印の方向を合わせ逆の手順で行います。
ノコ刃は縦引き、横引き用の区別は特になく、チップ数の多いノコ刃を使用すると切断面が綺麗になります。メーカーや機種によって異なりますが、165mm の丸ノコは最大切り込み深さが55から 65mm 程度になります。ノコ刃を最大切り込み深さまで出して固定し、ノコ刃とベース面の直角を確認します。ノコ刃のチップはノコミより左右に出っ張っているため、チップを避けてノコミにスコヤトを当てて直角を確認するようにします。実際に材料をカットして直角を確認し、可能な限り角度調整ネジで調整します。ベース面とノコ刃を90度にセットすると、ストッパーの微調整ネジにガイドが突き当たる構造になっています。角度調整ネジで調整できないズレがある場合は、微調整ネジを回して調整します。ストッパーをずらすと、ノコ刃を左傾斜させることができます。丸ノコ定規を使用する場合は、ベースの左側面を定規に押し当てて切断するため、ノコ刃とベース左側面の平行が重要になります。メーカーや機種によっては、ノコ刃とベース左側面の平行調整ができるものがあります。ノコ刃の前後とベース左側面との距離を測り、ズレがあるか確認します。ズレがある場合は、各調整ネジを緩め、ベース後方を左右に動かし調整固定します。トップガイドと実際のノコ刃切断位置がずれている場合は、固定ネジを緩め、位置を調整することができます。切り込み深さ調整は実際の材料にノコ刃をあてがって行います。切断する場合は材料の下刃からノコ刃が3から 5mm 程度出るようにセットします。安全カバーに切り込み深さの目盛りが記されている丸ノコもあり、精度が必要でない加工であれば目安として用いることができます。溝加工など精度が必要な場合はスコヤ刀で切り込み深さを調整します。トップガイドを切断墨線に合わせます。実際のノコ刃切断位置は墨線の右側となるため、通常墨線の右側が切り捨て側となります。スイッチを入れ回転数が安定したら前方へ切り進めていきます。丸ノコによる切断作業は大量の粉塵を発生させます。本体にダストノズルを装着し、集塵器に接続すると粉塵の発生を抑えることができます。正確な直線カットには丸ノコ定規が必要になります。丸ノコ定規裏面にはストッパーとなるフェンスが付属しており、フェンスを材料に押し当てて使用します。ベース左側面に定規を当てながらトップガイドを墨線に合わせます。スイッチを入れ、定規にベース左側面を沿わせながら前方へ切断していきます。本体を傾斜した切断の場合、加工材と同圧の端材を使って切り込み深さを調整します。
45度の傾斜カットの場合は、トップガイドの45度の位置へ墨線を合わせカットしていきます。平行定規は一定の幅で材料を切断したいときに使用します。平行定規はベースの取り付け口に差し込んで使用します。取り付けポールが1本の場合は前方の取り付け口に差し込んで使用します。トップガイドを墨線に合わせ、平行定規を材料側面にぴったりと押し付け、固定レバーで固定します。平行定規を材料側面に押し付けながら前方へ切断していきます。平行定規はベースの左右どちら側にも取り付けることができます。長い直線カットに通常の丸ノコ定規を使用すると切断終わりにズレが出やすくなります。また、角度のついた直線カットに通常の丸ノコ定規を使用すると定規を正確な位置に固定することが難しくなります。そのような切断の場合、墨線に直接定規を合わせて切断確保できる長尺定規があると便利です。長尺定規は専用のアタッチメントを平行定規取り付け口に差し込んで使用します。長尺定規のガイドレールに丸ノコと連結したアタッチメントをはめ込むことで丸ノコがまっすぐ移動する仕組みになっています。長尺定規の裏面には滑り止めと一支持ゴムが付属しています。使用前に一支持ゴムの余分な部分を切り捨てます。丸ノコは作業者側へ回転しているノコ刃を前方へ押し出して切断確保します。丸ノコのノコ刃を車輪に例えると、回転の向きによる本来の進行方向とは逆の方向へ本体を押して操作していることになります。切断確保中にノコ刃が挟まれるなどして丸ノコ本体を前方へ押し出せなくなった場合、反発力が手前に働き、丸ノコ本体が後方へ跳ね上がる現象がキックバックです。丸ノコによる切断作業を行う場合、馬と呼ばれる作業土台の上に材料を置く場合が多いです。馬と馬の間を切断すると、支えのない切断箇所が丸ノコの重みと重力で下へ沈んでいくことになります。その結果、ノコ刃が間に挟まれ、キックバックが発生することになります。キックバックを起こさないためには、切り捨て側に馬を設置しないようにして切断します。馬の設置方向を変えることでキックバックを防ぐこともできます。馬を切断方向と直行する位置に設置し、馬ごと切断する方法です。
馬を切断方向と直行する位置に設置することで、切断箇所の下に空間がなく、キックバックの発生を防ぐことができます。切断箇所の下に空間をなくしてキックバックを防ぐ方法として、断熱材のような資材を敷くやり方もあります。材料全体を面で支えることができ、材料と一緒に切断しても抵抗が少ないので安全に作業することができます。材料を手で持って切断作業をすると、丸ノコ材料ともに不安定になり、キックバックの恐れがあります。材料は必ず安定した場所に固定して切断作業を行うようにします。丸ノコを無理に左右に動かしながらの切断作業もキックバックの恐れがあります。丸ノコはまっすぐに動かして切断作業を行うようにします。幅の狭い材や含水率の高い材に溝加工する際、木目方向によって加工途中に木の反りが発生する場合があります。そのため、ノコ刃の挟み込みが生じ、キックバックが起こる可能性があるので注意が必要です。切断加工中にノコ刃が回転している状態で丸ノコ本体を後方に動かすとキックバックが生じることがあるので絶対に行わないようにします。切断作業中はノコ刃の後ろに作業者が位置しないようにします。万が一キックバックが起こった場合、ノコ刃の真後ろに丸ノコが飛んでくるため、絶えずノコ刃の後ろを避けて作業するようにします。ノコ刃の交換や切り込み深さの設定の際は、誤作動を避けるため、必ずバッテリーまたはコンセントを外しておきます。必要以上にノコ刃を出したり、安全カバーを上げたまま作業はしないようにします。書き込み事故防止のため、服装に注意し、手袋を装着しての作業は行わないようにします。切断作業中は騒音の発生や大量の木くずや粉塵が飛散するため、保護メガネ、防塵マスク、耳栓などの装着を推奨します。